方 D。新人入園。私の白磁と力を合わせて守り、あなたを大将軍の座につけたのに、10万の兵権を握っているのに、なぜそんなことをするのか。ルファンゴは敵国と通じ模範を起こした。私は皇帝の命で彼を蹴った。証拠は確実だ。まだ言い訳するつもりか。この書き方は、明らかに君の癖だ。君は私の箱の筆跡を学んだ。シシャン。あまり賢く振る舞うなと忠告しておく。知恵が回りすぎると折れやすい。最初から最後まであなたがへりくだっていたのはこのためだったのか。そっとよ。姉上、今夜を過ぎれば夫は一人自社一般人事情になる。あなたたちは密かに結託していた私の箱用事だ。姉上、お忘れですか？あなたの白磁の直筆の手紙は、あなたが自ら夫に手渡したのです。あなたの早い一族の滅亡は、あなたの功績が大きい。殺してやる。綱女急心身が不を見をす。不徳を守らず、嫉妬無覚、公務能力もない。今ここに離縁する。よくもやったな。手を出すな。シャンイには警告したはずだ。彼女に傷一つつけたら、お前を八つ先にしてやる。ふん。シアンフェイ。大丈夫か？サイアンフェイ、大丈夫か？シアイアンフェイ、お前が出てくると分かっていた。残念ながら、新車が豚のようにゴルカだ。今になっても、自分が人を間違えていたと気づいていない。王をあだけで返したと。シアイアンフェアイ。あの日、堀川で私を救ってくれたのは、あなただった。ごめんなさい。チンシン、コイン、森、三馬チニチン。ダメだ。ダメ。シアンフェイ。生命源在欧の王にインコ。请問。我可以生生。命をかけて誓う。たとえ私が無縁物となっても、生まれ変わっても、お前たちとは決して終わらせない。サイアンファイ。もし大勢があるなら、絶対にまた間違えない。これは私が夢ぐとまいの庭です。どうして、まさか、天がハーレンで私に再び人生をやり直させてくれたのか。いいぞ。お前、この粉気らしいやつ。まだ逃げる気か？押さえつけろ。あらあら。この小肉らしいやつ、私を蹴るとは。今日はお前をぶっ殺してやる。人生をやり直したこの世で、私は必ず自分の手で正義を取り戻す。お前、ねじ。指がいらないなら、叶えてやろう。夫人がおっしゃいました。高校生と二小生はそうそう空いたと。夫人と高夫人もすでに婚約を取り決めました。あなたが消失です。二小生は資産に格下げです。これ以上何が不満なのですか？診断は恥知れずで自ら人柄で語るのは、それに私の母はすでに亡くなりました。このご公夫にはもはや夫人などいません。私の言う夫人はもちろん私の主人様のことです。ああ。なるほど。あなたが言っているのはシュエ娘のことか。私は知らなかったが、父上はいつ彼女を少数にし、家の死母にしたのか。これは、今夜はっきりとはおっしゃいませんでしたが。はっきりはないからって、誰がお前に口を改めさせた権利がある。お前。このひだしい奴隷め、よくも主人に、漏れができたな。痛い。お嬢様たち、これ、二度としません。早く行け。少子、訓練。もう聞いて、今度こそ、私は受けたすべての屈辱を全部返してやる。じゃあ、あなたの顔はどうしたの？一体誰に殴られたの？そのままです。
やはり田舎から戻ってきたものだ。礼儀知らずだ。ああ、ケンさんグ、あなたは何をするつもり？彼女がどうやあなたを殴ったか。あなたは私のために倍拝しなさい。よくもやったな。本をお嬢様が一度だけ教えてやる。よく見ておけ。あいたた。やめなさい。手をまっすぐ伸ばして、打つときは、早く正確に強く。こうすれば自分の手が痛くない。わかったか？チンシン、よくもソンマパを殴ったな。彼女は私の付き添いのニエボだ。ケナビは奴隷同然。でも付き添いなど、奴隷にも呼ばない。私が彼女を殴るのに、手術を選ぶ必要があるか。言葉遣いが下品で傲慢で横暴だ。チンシャン、お前のような人間は、クーアンコフはお前など絶対に容認しない。昔から警護は務まりにくいもの。交通へ、こんな些細なことで、シャンエイと仲違い、なさらないで。メチベ、あなたが田舎に付をされたことを恨んでいるのは分かっている。でも、それはあなたが強運を持っているからだ。これは、父上の決定で、私の白上とは、何の関係もないわ。マウリのもたらこまんは。チュンシャンであなたの心はなんて帝国なの。甲府にこんな決まりがあったとは知らなかったな。スカシスが目上と呼ばれるなんて。あなた、私の婚約者でありながら、妻の妹と文を働く。主任は、口の案。あなたたち二人は本当に見苦しい。姉さん、どうしてそんなことを言うの？私と人魚案内さんは、お聖書愛なの。お聖書の一外人には、心が通じ合っているのよ。まだ結婚もしていないのに、身をきたますなんて。あなたたちは本当に不貞な男女だ。恥知らず。来年はあなたの妹よ。どうしてそんな風に言えるの？主人が話しているのに、書室が口を挟む場ではない。新蓮の行動があんなにだらしないのは、長領の気があっていれば、クレアも曲がるからだろう。感情は無理強いできない。もう一度機会をやろう。お前が自らベカナになることを願い出て、ラドルを制裁として立てれば、お前を農家に迎え入れることもできる。ひどすぎるわ。主任頭が踏んで詰まってるんじゃないの？非語が話せないなら黙ってろ。あなた、バトダルブラ候補が、ザフォームの娘を、朝廷にそっくりなんて世間の笑い物になるのは勝手だが、私を巻き込むな。この内談は、王将がご裁がされたものだ。明日、私は五千嫁を、こんなし、お前の望みを叶えてやろう。よくも、忘れるな。堀川でお前を救ったのはこの私だ。真には、お前はまず私を騙し、その後で込めた。真実を知らないとでも思っているのか。なんだって？私は必ずこれらのことをお前の父上に申し上げる。田舎に追い返されるのを待っていろ。いいわよ。待っていいよ。今度追い返されるのは、きっと私じゃないからね。お母様、どうしましょう？私はもう身ごもっているの？ちょうど以上は遅らせられません。心配するな。あの時、石しい小娘を追い出せたのだから、今もきっとできる。私に無礼を働くなら、彼女に痛い目を見せてやる。修士は些細なことでも仕返しし、冷酷な人間だ。今日のことは、父に事実を歪めて報告するに違いない。早めに準備しておかねば。これが、我々には厳しい戦いが待っている。修士は芝居が上手で、前世では私と父の仲を引き裂いた。今回は事実が目の前にある。父上、どうか私を失望させないでください。旦那様、お怒りにならないで。新章。目上の者に逆らい、兄を打ちまたるあなたの目には、私という父親がいるのか？目上の者。娘はいつ父上に逆らいましたか？旦那様、やめてください。新章はまだ子供です。あなたは心優しいが、彼女はあなたに無礼を働いたのに、あなたはそんなに彼女をかばう。なるほど。周囲おばさんが言っていたことは、すべて本当だった。父上はやはり娘を可愛がっていない。だから、娘を田舎に捨てた。家に帰っても、いじめられる。この食事さえも、下人の残り物しか食べられない。私がそんなこと言った覚えはない。屋敷のすべてのことは、あなたが管理している。これは、どういうことだ？旦那様、私を信じて、私はしていません。父上、お怒りにならないで。この食事は、
娘が田舎にいた時より1000倍もいい。娘は満足すべきです。この傷はまたどうしたことだ。軽い傷です。父上ご心配なく。田舎で私の面倒を見てくれた母おばさんに比べれば、孫おばさんの手加減はずっと軽いです。娘は自分が何を間違えたのかわからないけれど、もし父親が罰するなら、娘は全て聞きます。最悪でも、また、娘を田舎に送り返してください。どうせ死にはしません。さあ、早く立ちなさい。あなたは言わなかったか。承知は田舎で何もかも順調だと。これはどういうことだ。父上、怒らないで、きっと、歯の幅が上をあずき方を隠し、母は何も知らない。そうです、旦那様。私は認可のために、これほど長年苦労してきました。どうして私を疑うことができますか？あら、泣かないで。ただ聞いただけだ。そんなに泣くことない。屋敷のことは忙しい。あなたの母は。父上。いつからソマネが母と呼ばれるようになったのか。これは宮中の新たな潮だの。か、それとも、国王府の新たなしきたりか。米军突。安定県で手なさいよいようでそれの。二度とたざえは、ほたないと。あの夫婦の情もすべて見下がりだったのか。そんなことはない。お前の母との夫婦の情は、この数年くちゃったことは、一度もない彼女を騙すことなどできようか。父上が覚えていてくだされば、結構。泣くな不潔だ。このような卑劣な手段をまた見つけたら、この家のことはもうお前には任せない。寝てろ、ゲ犬。お嬢様。武安公夫人が国家の令嬢をお茶に招待なさる。中のワニに塩をたわしを使わし、お召し物をお届けに参りました。外の世界をご覧に入れたいとのこと。上知した的どなたがらのぞんだぜくれ。こずまいると、お嬢様、本当にこれを着ていかれるのですか？あの人たちは明らかにあなたをゆくめようとしているのです。同じ手口か？重要？お前は、また、私が騙されると思うのか。ねえ、そのお顔はどうなさったのです？あまりにも道。武安公夫人の陳氏は、チャンシヌで込めて免じを思じる。先生ってこのように盛り。もともと私を見下していた陳氏に、和調を理かせた。あらゆる場面で満喫をつけられた。しかし今回は、はい。下の歌に、今日親王妃はご出席か。通様下親王妃はご出席です。なぜお尋ねになるのですか？もちろん用がある。彼女だ。あら、十条。こんなに蒸し暑いのになぜベールをかけているの？左目が長く、右眉が短い。手取りが左右で違う。出かける前に鏡を見なかったの。大丈夫、チンニが赤手伝ってあげる。チンシーの足しの顔に何を塗ったの？チューのなんかくれたお白婚よ。チン少々してやる。ああ。タムゼアが賢くなったな。知識がいいよろしい。何事か？コーダガンナが私にこれをあなたに渡すよう頼みました。あとで、もう一度走ってくれ。ほうきが始まる観客を欠かすわけにはいかない。はい。今回こそ、この娘に分からせたい。ねえねえよ。彼は決して、彼女友人ではないと。せせなこと。みんなの顔を潰して。本当に田舎者だわ。私が親切に化粧を直してあげたのに。何が悪いの？あんな粗末なもの、私、ランジが使えるわけないでしょう。粗末なもの？でもこれは、おいぼさんが私にくれたものよ。もしかして、おぎもさんはわざと粗末なものを私に使わせたの？私、陳章。あなたは結局、
我が公爵期に寄せ組み、これから長いんだ。あまりことを荒立てない方がいい。自分を追い詰めることになるよ。つまり、少年霊と親鸞が二人ですわに通じて、私に妻を泡煮にさせようとした。全部、あなたが考えたことなの？陳将。でたらめを言うな。奥様、大変です。若公爵様が、牧義妻が痴漢に遭われました。なんだって？さあ、おいで。幽霊だ。二円中、どうしたの？私、あなたのランジよ。どうしたの？私を見てよ。どうしたの？ああ、ねえねえ。さっさと消えし出せろ。あなたたちはそんなに我慢できないの？私は家の名誉のために何度も我慢してきたのに、あなたたちはこんなに私を憎める。もう生きてる顔がない。どこの家もさ、スタイ4か。普通だ。どうしてあなただけが死に物狂いなの？本当に縁起が悪い。黙れ。先生が会える前から、カナウェを迎えようとしたのは、あなたたち二人だ。礼儀も恥も知らず、白鳥堂々、不義密通をして、先祖の顔を丸つぶれにし、その上、私に責任を押し付けようとする？なれねえよ。あなたは再三侮辱してきた。この一覧、いらない。陳将。あなたがそんなに嫉妬深くて横なら、私が離戦状を書くよ。私が、あなたを離案する。青年院、あなたは言動に得がなく、自己中心的で西洋だ。こっちも、私があなたを離案する。陳将。文豊府にいらっしゃる。よく考えてください。この行動の結果を考えてください。生きて離れる覚悟はありますか？皇父が私一人を殺せても、天下の口をすべて塞げるでしょうか？あなたは、皆様、本日はおもてなしが行き届かず、ささやかですが、お礼を用意しました。ご容赦ください。しかし、猫のコレーニョは、狂乱した様子で、再び外に出して他人を傷つけるわけにはいきません。英和王妃様がお見えです。グアン夫婦人、そのお言葉は理解に苦しみます。些細なことです。異性殿下はお気になさらずに。あなた方と沈下の縁談は王女のご裁可です。娼婦へのこの行動は皇室への不満でしょうか？遺伝外に申し上げます。不正の日は私の異母妹と不義の関係を過ぎた重なる侮辱に加え、今回は命まで揺がかしました。武王府の牽制を前に、身を守るため、を離案するしかありません。どうか、非難権のお許しを。夫は離縁するとが、どれほどの非難と結果を招くか分かっていますか？承知しております。覚悟は決めました。すべての結果を甘んじて受け入れます。宣伝か。世の女性は、夫を規範とすべきです。夫の離縁は大逆不道。天の理も許しません。この女は心根が悪毒です。離戦か、どうかお許しにならないでください。夫を離案することが悪毒だというのですか？紫殿下、お許しください。誹謗の意はございません。紫殿下、非殿下、冤罪です。私と皇子は常に礼を守り、決して不義はありません。彼女です。彼女が私たちを説いてたのです。すべては、心象の仕業です。まず私の顔を傷つけ、それから、服を破り、わざとここへお連れして、すべて彼女が私たちを罠にかけたのです。私も伝言を受けてここへ来ただけです。そうです。陳将が使用に買収したのかもしれません。伝言。では、その手紙の内容を言ってみてください。最初から最後まで。私は裏にはから出ていません。初めて甲府に来て、逆間の位置さえ知りません。どうして計画を立てられましょう？仮に私にそのような見てがあったとしても、あなた方二人の服を私が脱がせたのでしょうか？ベッドに押し倒したのでしょうか？殿下がいらっしゃらなければ、私は命を落とすところでした。このような不造な家を、どうして離縁しないでいられましょう？覚悟ができたのなら、今日は私が代わりに決めてあげましょう。事の経緯も、傍聴にありのまま報告いたします。
息子は一時の過ちです。我が甲府が庶民をお仕押さえとして迎え入れることなどありえません。王子様、お察しください。人間に、ダメです。あなたの子を身ごもっています。私を捨てないで。人間や。母上、どうかで。神女に罪があります。王妃様、どうぞお罰を。では、どんな罪を犯したというのか。そのことは確かに神女が仕組んだことです。しかし人間とクイナンが、不義を働き、神女を横めたことは事実です。身を守るため仕方なく策を講じ。彼らの罪をそのまま返しただけです。愛にもなりません。神にもなりません。しかし神女は王妃様を巻き込み、お名声を築けました。万世に値します。大胆にも自ら口にするとは。王子様の声なら、私の小さな足力などお見通しでしょう。でなければ、神女をわざわざ呼び出したりはなさいません。王妃様、ありがとうございます。弁明の機会をくださって。それは、フェインの思い違いよ。あなたはとても冷静で賢いわ。王様。私もあんな汚らわしいものはガージにありません。今日のことはこれでよしとしましょう。ただし、次は許しません。王妃様、ありがとうございます。ヒュンシャン。そこばかりの、そうそう、これ。私の評判を地に落とせるとでも。夢見るのもいい加減に、たとえ私の名声が失われようと。お前だって、同じこと。総長の誰がお前など払おうか。余計なお世話よ。口ではそう言いながら、やはり悔しいのでしょう。私がナナと先に床を共にしたことが。お前さえ素直なら迎え入れても考えられなくはない。新人形は家に鏡がなくとも、小便くらいはあるでしょう。その人形の顔をよく映してごらんなさい。最後には、陳蘭の愚か者さえ止めておけなくなるわよ。この、嘘と代でございます。出ていけ。覚えておけ。只要养肥。返したものね。随分と目が高いと思っていたのに、あんな愚か者を選ぶとはね。下咽T。どうして泣いてるんだ？俺は人を慰めるのは得意じゃないんだ。下咽T。生きててよかった。何を言ってるんだ？飴をあげる。もう泣かないで。ありがとう。シャイエン氏、二度と俺のせいで傷つかせない。今度こそ、俺が守る。女の子って面倒だな。でも、これからどうするつもり？今日こんな騒ぎを起こしたから。公爵子はきっと手を引かないだろう。お前の愚かな父親も。来るものは組まず。なんとかなるさ。俺が一番嫌いなのは、権力を重につるやつだ。将来必要なら、遠慮なく言ってくれ。必ず応じる。ありがとう。でもこれからは俺のことに関わらない方がいい。やっぱりあいつのことが気になるのか。もう、青年いつものクズ野郎。あいつがお前に近づいたのは、あいつのせいじゃない。ただ、お前と深く関わりたくないだけだ。もういい、俺も
そんなに暇じゃない。これから余計なことはしない。あ、いや。俺から離れるしか、お前を傷つけさせない。嘘ぞま。進化を監視させろ。特に進化を。何かあれば、すぐに報告しろ。余計なことはしないとおっしゃったのでは？もう寝がしたいんだ。早く行け。推定しました。優しくして。いいから、少しは我慢しろよ。高塾で、コート、ツオさん、ワシントをして俺のせいなんだ。あれは人を捕まえるためだったんだ。それに、彼が求めれば俺は断れないだろ。お前たちは一二の快楽を求めたが、今どうするつもりだ？母さん。公爵夫人は母さんの鹿勢来血以来じゃないか。どちらも親戚なのに、俺は一体どこがハイソのあの卑劣な奴より劣ってるんだ？何がしがしまいだ？事件が起きたばかりで、あの人はもう関係を綺麗に断ち切った。はっきり言ったんだ。真相が読めがなければ、あなたも入るなよ。どうしようかしら。このお腹は待てないの。たとえ、オナリャからでも、娘は信じてる。きっといつかそんなに簡単なら、ここでじっとしていられる？どうすれば？甲府がイシャンジオを欲しがるのは彼女の筋の財産が目当てだ。ならなおさら、新章を甲府に入れるな。落ちないつ死ぬか、誰が知る？私がいつ頭角を現ませる？新仕様を完全に潰すしかない。甲府の望みを断ち切るんだ。しっかり見張れ。あの子が傷ついたら、全員重罰に処す。はい。お嬢様だんだんと。お母様の面影が珍しい。母の顔を覚えてるのね。お母様は、正門の娘、健康だったのに、過労でお父様もおかしい。ギャオの術師の言葉を信じ、お嬢様を今日と決めつけた？考えもしなかった。母は元気だったのに。どうして重病に？お嬢様。母の部屋はいたまま。何か手がかりが言ってみる？着替える。あなたはここで。はい。いやいやんしゃう。その出前じゃ、すぐ捕まる。彼女は、鉄製、簡単には壊せない。無理に開けようとすれば、早く行け。区の用心。夜は冷える。中で話そう。女の子が。目の中に男を部屋に？危険だとわからないの？他人なら絶対に。でもあなたは、高ケチな肌だと知ってますから。で、さっき言った場所は、母の部屋。今は中も見られない。残念だ。さっきはわざとじゃない。
実は帰国後を調べたんだ。陳家に送られてから、かつてハブデに耐えていた下僕たちは皆売り飛ばされてしまった。忠実な数人は主君に準じた。だから、長い年月を経て、私は真相を究明しなければならない。もしハウエが人に返されたのなら、収支と必ず関係がある。今となっては、ハウエの紐。嫁入り道具だけが残っている。私は必ず取り戻さなければならない。曹操の言うことは変わらない。もし必要があれば遠慮なく言ってくれ。俺を見てくれ。何でも引き受ける。物とかする。行くぞ。ここだ。機会は与えた。しくじるな。お母様、ご安心を。必ずお嬢屋様に忘れられない夜を捧げます。どうしても一つお願いしなければならない。この人はどこから来たのか、元の場所へ寄せ。心配ご無用。私に任せてください。もし必要があれば、これを吹いてくれればいい。すぐに現れる。奥様。どうしたんだ？人がどうして私のところに来たんだ？あら、私は自ら人を新章の庭に案内した。部屋に入るのを見届けたんだ。幽霊でも出たのか。早く人を連れ去れ。晩は旦那や頭が痛くてたまらない。シエシュティを一個は煮てこい。お前たち。あら、旦那様。この人が突然押し入ってきたんです。私は本当に何もしていません。旦那様、どうしてここに？旦那様、おにぎりをします。お嬢様が私に寂しさを紛らわせに来させたのです。僕は蘇生されたのです。いえ、お嬢の間を訪ねに来たのか。その犬の目を大きく見開いてよく見ろ。これは誰の部屋だ？なるほど。お嬢様が来させたのか。この新章は、どうしてこれほど悪辣なんだ？私の一生の潔白が。お嬢様が私を救わしたのです。行け、お嬢様を呼んでこい。はい。早く行けよ。新章、このろくでなしめ、田舎で自生自滅させておくべきだった。私が何をしたのか、父にこれほどのお怒りを。お嬢様、お助けください。旦那様にお伝えください。あなたが私に奥様の部屋に押し入るよう指示したのだと。父上は信じた。職は確実だ。何か言い訳はあるのか？父は忘れたのか？昨夜、私を閉じ込めておき、昨日は一歩も部屋を出なかった。もしかしたら、前もって用意しておいたのかもしれない。あなたたちは、この人の一言だけでこんな題材を私に着せるのか？もし関係ないなら、なぜ彼はあなただけを指摘するのか？まだ言い逃れようとするのか？この畜生は目ぶち殺してやる。この家で私を死なせたい人はたくさんいる。それはあなたが父に対して話す態度だ。父は審議もせずに、この人は私の指示を受けたと決めつけた。あなたはすでに私を有罪と決めつけている。私に何が言えるというのか？主へとど殴りにせざりも殴りたばったのが先だ。毎日トラブルを起こしてばかりいる。親族して奉仕かなたを信じられるのか？妹が我慢したのは理解できることだ。私が出たらめをしているならなぜ聞かないのか？なぜ公爵家で大騒ぎしたのかを。ご主人様、普段は公爵様が私の路年でしつこく絡んでくるのです。普段親友が起こって主としてラナを殴りまり、気を晴らすくらいならまだしも。でも昨日、彼女は公然とラナの服を拭き取った。これはまさにラナの命を奪うようなものだ。もうだ。いえ、これが本当なのか？あなたはなんて食われたんだ。まずこのろくでなしをぶち殺してやる。娘は家族の名誉のために
公爵の命を押しかけた。それなのに、父はどこまでも疑っている。それなら、殴ればいい。どうせ、死の母に愛されることもない。私を殺せば、母のところに行ける。これ、一体どういうことだ？謹慎中は自分を綺麗に見せようとして、何でも言えるだろう。それなら、霊能維新の日の前で解決する勇気はあるのか？どうしてエシャオシまで関係してくるんだ？ああ、なんてことだ。私は長年、親支援家のために苦労してきた。皇室という身分ゆえに、若い者たちから横目を受ける。外では娘まで巻き添えにされ、踏みつけられ、まられる。こんなに生きていても何の意味がある？死んだ方がマシだ。もう言う。お前たちはみんななんて体たらくだ。娘も騒ぎたいわけではない。でも父が信じてくれないから、私も悔しい。はっきり言え。一体どうなっているんだ？違う。行け。あなたが言う、彼女の言ったことは本当なのか？私、この人、あなたと何の関係があるんだ、ご主人様。お許しを。ポティ、おばさんです。彼女が私に命じてお嬢様の評判を傷つけようとしたのです。わしの言うことはすべて本当です、長女なぼ。彼女らをリザリの閉じ込めよ。それに、チーナのこの愚か者めぼとしくばせよ。私の命令がない限り、誰も外に出してはならぬ。はい、サモエ。早く何とかして地上に私たちを出してくれるよう頼んでください。私だってそうしたいと思っている。全部あなたのせいだ。些細なことすらうまくできないとジョーもまた私を責める。あなたも同じじゃないか。どうしてあのよそ者があなたの部屋に来たんだ？少しも警戒していなかったのか？私も思いもよらなかった。急所急婚な。そんなに手強いとは。ここに至っては、おばあ様を呼び戻すしかない。おっしゃるのは、祖母女。でも、彼女は火事には関わらないのでは？他のことなら構わないが、しかしジーシャンに関することとなれば、彼女は必ず戻ってくる。あの時、彼女の助力がなければ、私も簡単には倒せなかった。レン・キュンイェンの、翡翠女。今回は父が悪かっただが、お前も規制が荒すぎる。これから何かあれば私にちゃんと説明しなさい。娘は昨夜戻ってきたばかりで、目印の刑にされ、心身させられようとした。説明したくても、地上にお目にかかれなければできません。ノーは公務で忙しかった。それに、お前も実際には吸たれなかっただろう。父上の意味は出たれて初めて。本当に悔しい思いをしたことになるのですか？父がそういう意味ではない。お前の話し方を見ろ。まあ、父上が娘にどんな態度を望まれますか？今日はたまたま予報様にお会いできなければ、おそらく私は塀で打ちされ、血に刻まれていたでしょう。父親は家で子孫を増やし、長年苦労してきた。お前はもう罰した。それではお前はまだ何がしたい？私の母も、または進化のために働き、病に倒れたのです。父上はお忘れですか？あなたの母の話をするな。また遊びていたとは長年風だった。どうして忘れられよう。彼女の苦労と恩義を。しかし娘は、母が恋しいの手には今一つも、母の遺品がないのです。父上、母が残した地入り道具を私に渡してください。今や私は成人しました。自分で管理できます。なんだと。昔から女性の嫁入り道具は資材とされる。母はもう亡くなりました。もう望まれない。新しい主語を立て直す。当然私に預けるべきです。しな。でも、お前は帰ってきたばかりで、田舎では普段誰も教えてくれなかった。もう少し後でいいよ。父上は本当に嫌がっているのか？それとも、この嫁入り道具が誰かに勝手に流用されたのか？我がクワクワフが、どうして女性の嫁入り道具で穴埋めするなんてことがあるものか？ひりゃすぐにでも欲しいのか？父上が困るなら、娘は土地に手紙を書くしかない。上手に公正に保りてもらおう。こんな小さなこと、外地を騒がせる必要はない。お前は本当に、ますますわがままになったな。父上、娘の忍耐にも限界があるんです。上司とその娘は、何度も私の命を狙う策を見してきた。家族の名声のためでなければ、特に役所に訴え出ている。姉妹喧嘩なんて、どこの家でもあることだ。こんな小さなこと、役所を騒がせて、人に和え物にされる必要はないだろう。さっきまで先立っていた父上が、今になって終始親子を割れんでいるの？今、呼んでこようか。私が直接沢井静から。お前が悔しい思いをしたのはわかる。だが、話し方は、そんなに辛辣でなくてもいいだろう。嫁入り道具くらい。今すぐ持ってこさせよう。あ？前世では、修士と親鸞は、私の母の嫁入り道具を頼りに、甲府の目に留まった。今度こそ、お前たちの手には、親鸞のお腹以外、何の駒も残っていないだろう。
すぐに人をやって、後の実母の嫁入り道具の目録と全ての帳簿を整理させ、チェーンシャオに届けさせよどうしてよ。旦那様、林にせよ、真相にせよ。どちらもな、先家のもの、嫁入り道具も金も、すべて次元だかけ、で一括管理すべきで、彼女に渡すべきではありません。前から言っておいた。千治が残した嫁入り道具は、全て直ちのものだ。いつ中期にまとめろと言った？婚約を解消したばかりで、また縁談もない。お前たち親娘が無茶をしなければ、修二が婚約を解消することもなかっただろう。私と心にわだかまりが生まれることもなかった。クリ、また一人と心配をかけやがって。陳家の顔を、お前たちおの娘は潰したのだ。嫁に行く前からお腹を大きくして、本当に立派だな。これも、すべて、陳家のためです。旦那様に、で、ヤンクイは、私は、陳孫は、田舎から戻ってきたばかりで、ご方への心をつかめるとは思えません。だからこそ、うちのランを差し出したのです。なのに、旦那様はなんと、まだ自分の汚い考えが隠せていると思っているのか。お前がこの家のために働いてきたから、普段の目をつぶってきたが。これがもう、家を探せるなら、田舎の実家に帰ってもらうぞ。林、紳士、この必死い女たち、絶対に負けない。嫁入り道具が欲しければ、つと家に入れて持っていくのを待て。お嬢者様、よく見ておけ。林のものは全部ここにある。こんな些細なものまで欲しがるなんて、みっともない。この可愛い子ちゃん。私の博多のせいを、お前が勝手に呼べるものか。次にこの犬の口で人を噛みついたら、私が直接お前の歯を全部抜いてやる。お前、だろ？よくやった。この調子で頑張れ。この帳簿はめちゃくちゃだし、いくつかの総園では人件費さえはっきりしていない。このままではきっと問題が起きる。お嬢様、ではどうすればいいですか？状況に応じて対処する。まず準備を始めてくれ。はいはい。That is in day。わちは違う。小生は空才堂々として陶器で明るいから人に気にかけられるのは当然わかっている。ヘイエンディ、一体を貸してくれないか。できればしとこがわからない人たちがいい。これで君に迷惑はかからないだろ私に何をしようというか。私、互い根治。最近、なんか重要なことがあったか。あさっては、宗久寺で祈祷の日だ。それ以外は、特にない。前世では、ちょうどこの時、来年藤が、おい、継承総員の代わり、名字側についた。ヤンヤンティを立ちできず、恨みを抱き、すぐに宮殿を出たヤンネイ姫を拉致し、返事に罪を着せた。あさって、造園を巡視に行く。一人で行くのは少し怖い。一緒に来てくれないか。せっかく賜れたから、仕方ない。行くよ。そう、頼む。あさっての朝、必ず来て。わかった。お嬢様、お稲地になった件について手がかりが見つかりました。奥様が重病の時、薬はすべて治療の栄和堂で調合されていました。この薬局は、お祖母様の実家が経営しています。お祖母様。あの時、おじい様に、あなたを田舎に追いやるよう告いたのも、あの人です。ちゃん、私が知りたいのは、あの年、私の母親を見た医者が誰だったか、です。特に、栄和堂の人間は、一人も逃がさないで。お嬢様、ご安心を。この神明をかけても、必ずや奥様を殺した犯人をお調べいたします。奥様、すべて準備が整いました。生活実にそうにましょう。
嘘に行くんじゃなかったの？どうしてまた宋国寺に行きたくなったの？昨夜、夢を見たんです。別荘に行く途中で襲われる夢を。だから、まずお参りに行こうと思って。ですが、異変です。見に行け。そこ、姉姫です。喋ろ。では、祖国に戻り、藩伝使命を日に宮中へお送りしましょう。あなた、この件には全く驚いていないようですね。あまりにも驚きすぎて、どう表現していいかわからないだけです。あなたが言いたくないことは、私は聞きません。必ずしも答えが必要なわけじゃない。行こう。やっと姫君も無事に送り届けた。成功、紫殿下がお呼びです。ハークエが私に用事か。用事があるならどうぞお忙しく。私はちょうどブラブラ散歩でもしますから。この印、どこかで見た覚えが。一体どこで見たんだろ今夜、準備は整ったか？万全です。諸公者、ご安心を。死の契約を交わしたシシです。必ずや噛みつきます。シアイアンフェイの指示だと。よし。シアイアンフェイ、お前が身の程知らずならば、これ以上は容赦しない。Anyway、すべてはチンシャンの女のせいだ。私の評判を地に落とし、陛下の前で寵愛を失わせた。こんな手段で第二王子の前でアピールする羽目になるなんて。いえ、ご安心を。今日の計画が成功すれば、第二王子はあなたの忠誠を理解してくださるでしょう。あとは芝居を完璧に見せろ。安寧姫に少し怪我をさせてやれ。そうすれば、この芝居もよりマシに迫る。了解。わし。安寧姫がいなくなりました。など。こんちゃ、聞こえました。シンシャンが姫を救い出したのです。あなたがキュンションシュンギャだという。これは私が突然思いついたことだ。情報がこんなに早く漏れるはずがない。国王府へ行こう。天神康。あなたには代行がある。宝剣が飛びかかってきたら、当然抵抗する。次に、手を出したら、切るのは腹だけじゃない。待って。高豚。あなたはいつも私の計画を台無しにする。セオヤンフィ一人で、あなたを守れると思うのか。証人に言わん。帰ってよく鏡を見てみろ。この落ちぶれた犬のような姿を。私から見れば、あなたのいい時代は完全に終わった。あなた。まだ体力を温存して、帰ってあなたの主人に、熱めな姿を見せた方がいい。この実力では、これから犬にもなれない。誰か助けて、ブヤンゴンフの公認が街中で人を殺した？チンシャンこの女、お前はろくな死に方をしない。シャネニュエン、誇張なのはあなただ。私と婚約しておきながら、妹と不倫するなんて。私は身を引いて二人を祝福したのに。あなたはまだ私を追い詰める。私の運命は、なんと苦しいことか。残念お嬢様、人殺しジャスだの告発があります。どうか私たちと一緒に来てください。私だと確信しているのか？告発したのは、あなたの宗谷の労働者で、長期間虐待し、食料をピンハネして、多くの人が餓死したと言っています。旦那様、大変です。お嬢様が連行されました。あなた、誰がお嬢様がですか？人殺しの告発で、一人だけじゃないそうです。もう教職員の人に連れて行かれました。奥様、朗報です。もうすぐ戻れます。
チンシャンが過殺人罪で捕まりました。本当なのか。誰が誰を殺した？私もこれだけ聞きました。大丈夫。我が国の法律は厳しい。この罪が確定したら彼女の人生は終わりだ。奥様。旦那様。焦っても仕方ない。うちの門前から援交されたのだから、焦るより、ランダのことを考えた方がいい。ランダのお腹は、もうこれ以上待てない。みんな手が立ってばかりで、王爵側が彼女を欲しがるなら、とっくに迎え入れていたはず。今まで待つはずがない。だからこそ、お父様にご判断を仰ぎたいのです。さもなければ、ラウノイにしようは台無しです。以前は姉妹だと口にしていたのに、今は通用しないのね。こんな恥ずかしいこと、私にはどうしようもない。硬直がいらないなら、打退させてニタレに入れましょお母様。安心しなさい。お祖母様に手紙を送ったから、もうすぐ来るわ。きっと助けてくださる。もう少し待ちましょう。ご老婦人様、屋敷からの死刑の手紙です。このゼオチオユンは、ますますダメになったわ。小娘にも負けるなんて。でも私も家を離れてしばらくになる。そろそろ帰ってみる頃合いだ。う。伝達せよ。国王家の少女キシャン、自ら危険を防止、王女を救った功績により、園芸研修に封ず。不服だ。地図とは。やめなさい。シンシャン、よくも私を殴ったな。覚えてろよ。早く行きなさい。痛くない？私がどう教えたか忘れたの？お嬢様、あなたは脱獄して戻ってきたんですよ。これは大罪です。首をついられます。それはさておき、すぐに荷物をまとめて私についてきなさい。道中でゆっくり説明する。お嬢様、ご主人がすぐにお越しになるようお伝えです。勝手に脱獄するとは、このろくでなし、家族全員を殺す気か。父へ娘は脱獄などしておりません。ただ用事があって外出する必要があっただけです。すべては私が戻ってからご説明いたします。荷物を持って家を出ようとし、訳も言えない。まだ脱獄でないというのか。この同時着物、今日こそお前を撃ち殺し、世の手本とする。今回もまた説明する気すら与えてくださらないのですか？たとえ死ぬにしても、名目と真実はあるべきでしょう。よくも口答えができるな。外では噂が広まっている。人を殺し、金品を奪ったと。君チの顔を丸つぶれにしたくせに、よくも私に聞けるな。名目総長。私は人を殺してなどいません。していない。外では噂が飛び交っている協調員の者たちが、自らお前を抗議しに来た。事実は明白だ。まだ否定するのか？私は人を殺しておりません。父上が本当にご心配なら、協調員に良好とお尋ねになれば、すべてお分かりになります。もし私に罪があるなら、なぜ彼らは私を返したのですか？他人ばかりを信じるなんて、父親とは言いません。お前は暗号で、目上の者に叱り合うとは。どうしてこんな畜生を産んだんだ？むしろ、私になぜこんな父親がいたのか聞きたい。もし母親が公然でしたら、あなたがこのように次の娘を扱うのを知って、きっと一生後悔するでしょう。今日こそ、この逆度を撃ち殺してやる。この畜生は独断で脱獄した。本官はすでに厳罰に処した。ちょうどよかった。人を連れ戻して、杖で撃ち殺すか全騎士するか。我が国公府とはもう関係ない。塾園、本当にそこまで冷酷なおつもりですか？不幸の赤畜、死んでも惜しくない。어왜 그달을 아레스이주 구매의 그달을 신사오 수야가に出迎えよ。
我等下问，こでざや。ここ普及とチェーンソー、身を挺して危険を防止、自らコーチを救う功績あり、特に家出剣士に付随。初期300を賜る兵、さらに両言100両、陶水1箱。あやら10匹を賜る。肝臓がこう、万歳万歳万歳。剣士、どうぞお立ちください。講談だ。この剣士は、辛い治癒症だらけですが、양극하다고해도 보고싶어서 태어나서 지난달 보충계시는 감이、さっきは一体、ちょっとした誤解で。剣士は先ほど、講師をお救いになりました。私が見落としをつというご皇后様がお言葉を預かられました。剣士に近日中に宮中へお越しいただきお話したいと。もしその時、辛い治癒症だらけでご入内され、皇后様や皇女様を驚かせでもしたら、この屈公府、その責任は負いきれませんよ。夜間、お誘いります。必ず娘の傷を治し、皇后様や皇子様をそんな出せすることはございません。ここでのお心に留めておいてください。では、私は先に失礼します。ごゆっくり。ここで誤解です。時間は命を受けてまいりました。あなたの消失は収縮王の送金のソーマーバーを捕獲するためです。少々が名前を間違えていませんか？そうそう、きっと人違いですよ。陳将をこう探しているんじゃなかったのか。我が上司はすでに調査を終えました。この草園は新大城根が最近手放したばかりで、以前は収支が管理していました。よって原告は訴状を書き換え、収支を労働者を虐待し、死に至らしめた罪で控訴しました。さて、父上、私が無実だと信じてくれますか？お前は人命を刑事し、我が人の名声をいかんした。撃ち殺してやる。連行しろ。ああ、夫人。どうなった？大丈夫。死にはしない。高校伝は、朝廷ではいつも臆病でことを恐れ、風に吹かれるがまま政権もないが、家に帰ってくると、なかなか威張り散らすんだな。これが、ゲや、勘の家の内がもめで。あなたの家事には興味はない。ただ先日、剣主と共に安寧工場を救い、彼女が保護されたと聞いたばかりだ。家に帰ったらまさか殴られるとは思いませんでした。クオン様、あなたの振る舞いは、本当に目を見張るものがあります。これは、外で聞いた話です。自分で判断できないのですか？白兵衛が剣士様を気にかけておられ、数時間お宅にお招きしたいとのことです。では、失礼いたします。旦那様、助けてください。私は何もしていません。どうか私を助けてください。正直に言いなさい。一体どれだけ人に知られたくないことをしたのか。していません。本当にしていません。旦那様、信じてください。二人の若者を頼むよ。連れ戻してしっかり拷問して取り調べてくれ。いや、旦那様、そんなことしないでください。孫おばさんです。ハワイ市の宗園を引き継いだ後、ずっと孫おばさんが管理していました。きっと、彼女の手落ちです。シュシュディグルになって誰も綺麗になれられるものか。一緒に連行しろ。動くな。名義は構わない。心配しないで、母上も私も気にしていません。むしろ、あなたの方が気分は少し良くなりましたか？はい、良くなりました。イェイシニョー様、ヤコ様、ありがとうございます。この新名義、手加減がなさすぎる。せめて、ちの娘だろうに、いい娘なのに、顔に当たりそうだった。もし顔に傷がついたら？世の中にこんな父親がいるものか。神樹は、とっくに慣れております。あなたは安心して屋敷で療養していてください。あなたは安心して屋敷に滞在して、体が良くなるまで、宋への件については、
もう人をやって処理させています。どうしてそれをしているのですか？俺には口があるから聞けるんだ。お前が恐れているのは、最出た労働者たちが戻ってきて報復されることだろう。だから、急いで処理したかったんだろ？違うのか？あなたまで隠し事があると気づくのに、実の父は私を信じてくれない。俺は奴らとは違う。旦那様、はっきりしました。お嬢様に関するすべての噂は、修士の側にいる総合和さんが流したものです。この毒不明、こんな点に背くことをよくもやりおった。修士は帳簿にわざと怪しい点を残していました。お嬢様に田舎の草原を見に行かせようとして、彼女たちは鹿も買収し、途中でお嬢様を襲おうとしていました。淡いお嬢様は行かれませんでした。つまり、宗司は最初から最後まで本当のことを言っていたのです。私は彼女を信じなかった。旦那様。あなたは修士に騙されていただけです。お嬢様にちゃんと話してください。きっとお嬢様も理解してくれるでしょう。旦那様、どこへお出かけですか？ワフへ。サウジを迎えに行く。孫おばさん、ここ数年、私はあなたをどう扱ってきたか。奥様、こんな大きな罪、私一人でどう背負えますか？家にはまだ孫や子供たちがいます。マナッケン、私たちには弁解の余地がありません。もし他の人に身代わりになってもらえるなら、あなたを見捨てたりしませんよ。ダメです、奥様。きっと他に方法があるはずです。孫おばさん、さっきも言った通り、あなたにはまだ子孫がいる。私が出れば、彼らにはまだ生きる望みがある。そうでなければ、彼らのまだはあなたより良くない。所持その傷は？父上、道を賜りありがとうございます。父はすでに全てを調査した。この全ては修士の過ちだ。今、彼女も連行され取り調べを受けている。結果がどうあれ、彼女の家事管理権は取り上げる。あなたの祖母ももうすぐ戻ってくる。ワニ、あなたに不満を抱かせない。せに、あなたは先家の娘だ。で、上の者がいるのに、ずっとホークに住み続けるのは、やはり体裁が悪い。これが外に伝わったら、父上は本当に自分が間違っていたと本当に思っているのか？それとも、ただ自分の飯のためか？理性が入ってきてからずっと独り言を言い続け、私の傷のことを一度も気にかけていない。父親が気にするのは陳の対面だけ？それと、他人からの評価だけ？父親が愛しているのは娘ではなく、ただ自分自身なのでは？私が心を痛めているのはあなたという娘のためだ。それに私は修士を県別に処すと約束した。彼女の家事管理権まで取り上げた。誠意がまだ足りないというのか？私は国王府には戻らない。あなたは、父上、用事がなければ、どうぞお引き取りください。旦那様。どうして？私が戻ってきて、旦那様は嬉しくないのですか？すべて調査がついた。孫子が心を惑わされ、こんな同意された過ちを犯したのだ。今ではこれから、記念の監督をもっと細かく行います。戻ってきたのなら、これからはおとなしくしていなさい。母親ももうすぐ戻ってくる。母親をおらせるのが怖くなければ。今すぐあなたを屋敷から追い出してしまうところだ。母上、お帰りなさいました。お祖母様。くじはどうして見えないの？彼女が剣士に封じられたと聞いたが、どうして、私という祖母に出迎えさせる資格もないというのか？もちろん、ナージは今、イェジン王妃の屋敷に滞在している。彼女には両親も親族もいるのに、栄神王の屋敷とは何のと縁もない。
なぜわざわざ ACO の屋敷に行くのか世間の噂になる。祖母、ランジもそう思う。でも、姉は、どうしても帰ろうとしない。私が悪いんだ。私が彼女を怒らせてしまった。あなたには関係ない。田舎育ちの娘が、何が礼儀作法かわかるはずがない。人をやって、彼女を呼び戻せ。あ、もしこの祖母の言うことも聞かないなら、これからは新家の娘だと言うな。母上、やっとお帰りになりました。もう少し遅ければ、お茶目は、という女に押しつぶされるところでした。情けないやつめ。まだ余命でもいない小娘にすら負けるとは、母上、ご存じないでしょうが、今の新章はとても高価なんです。彼女は、万光の家との辻段を立っただけでなく、私たち両家の顔を丸つぶれにしました。今、万光の家は私たちに怒りをぶつけ、ランジを家に入れようとしません。でも、ランジのお腹は、明日、私が直接ブヤンコーの家に行こう。私の顔なら、もやかも少しは考慮してくれるだろう。診療については、彼女が屋敷に戻ったら、どうにでもできる。ありがとうございます。母上。私たち親子は母上にお任せします。お嬢様、傷の具合はどうですか？シャンちゃん、どうして来たの？お嬢様、ご老婦人が今朝早く屋敷にお戻りになりました。ご主人が私にお嬢様をお迎えに来るよう言いつけられました。この釘にやことを忘れていた。わかった。少し遅れて帰るよ。この薬、すごく苦い。後で飲んでもいい？ダメだよ。良子は口に来るし。でも、いい音ぽいでよ。ありがとう。ヤイエンティ。この何日間何回ありがとうって言った。言う方が飽きても、聞く方が飽きそうだよ。実はね、君はこの屋敷にもう少し滞在してもいいんだ。安心して、誰も君の悪口は言わないよ。悪口を言われるのが怖いんじゃない？ここ数日、祖母が屋敷にいるから、もし松娘として屋敷に戻って世話をしなければ、人に非難されるのが心配なんだ。それなら仕方ない。僕も君と一緒に帰る。じゃあ3年、よ兄さん。ありがとう。この薬は外傷の治療にとても効果的だ。お使いください。はい。お入りください。このいにゆしい女、まだ世相様と関係をなちきれていないとは、祖子様にご自身で家まで送ってもらった上に、クエオフまで連れて行かれたなんて？おまま、祖母にお話申し上げます。よくも帰ってきたわね。祖母様が今日お戻りになるとは知らず、お出迎えできませんでした。瀬の娘の不手際です。もういい。過去のことは言わないでおこう。せっかく戻ってきたのだから、ちょうどいい。相談したいことがあるの。祖母様、どのようなご用件でしょう？青州を通りかかったとき、ある人物に出会ったの。チンという姓のものよ。あなたとはヨナナ人で、すでに内縁の約束を交わしたというの。彼の言うことが本当かどうか、私にはわからない。彼が外で余計なことを言い、あなたの評判を落とすのも心配で、帰ってきたの。彼を連れてきなさい。ローフリン。シャンハール。チェンチンシュ。シャンアールちゃん。僕がパプリカ愛がってやるよ。鎮魂地、お酒が回っていますわ。早くお帰りになった方が。忠告を聞かないなら罰を与えるまでよ。この僕が今日こそ味わってやる。お嬢様の味をな。この老婆め、チェンチンシュを連れてくるとは。
前世にはなかった展開だ。どうやら今世は彼らの支配から抜け出したことで、この老婆を追い詰めたようだ。どうやら二人は本当に知り合いのようね。それならば、屋敷に泊まって結婚の話し合いをしなさい。あなたがどうしてもユアン兄様との婚約を破棄したいというのは、この陳公氏と内縁の約束を交わしたからなのね。祖母様、私は幼い頃からアソースの田舎で育ちました。青潮出身の人を何人か知っているのはごく自然なことです。しかし、彼が言う婚約のことなど、私は全く知りません。彼は、あなたのことをよく知っている。それでも嘘だというの？もし誰かが私と内縁だと言えば、皆それを信じるのですか？それでは、何人にも分け与えなければならなくなるでしょう。祖母様がこのように他人を助け、私の評判を落とすのは、一体何のためですか？祖母様にそのような悪事を聞かすものではありません。そうだよ。庄司、お祖母さんは君の目上だ。以前私に大声で怒鳴ったように、もう二度とやっちゃダメ。礼儀知らずだ。私が間違ってる？田舎で育ったけど。はあ、エチラズな人とは違う。ましてや、ミツカに、婚約なんて。黙れ。お祖母さんの前でなんて無礼な。君の礼儀は？姉さん、普段私と母にそんな態度ならまだしも、お祖母さんの前でも、こんなに無礼なの？あの人、全然知らない。この、リダンディナイ。この子、ますます無礼だ。私は彼女のためを思って、なんて態度だ。さん、怒らないで。息子が叱ります。子供は課金みたいだ。お嬢様、これからどうする？さすがに、この短談を認めるわけにはいかない。私が簡単に、ワンする人間に見える？お嬢様、方法が思いついた。やめろ。早く消えませろ。あなたは陳家のお嬢様？私を知ってる？青潮陳家の嫁です。昔、ご近所でした。何度か遠くから拝見したことが。陳家は裕福と聞いてます。あなたが陳家の人なら、どうしてこんな人たちに？私は陳家の幼馴染の嫁でした。その後、陳家が没落して、申請書はお金のため、私をこの遊郭に売り飛ばした。この人たちは、すぐに、召集へ人をやって、蘇我に人を調べて、見つかったら、すぐに連れてきて。はい、すぐに帰ります。今度こそ、間に合いますように。お祖母さん、どう？森家の返事は？ブランホー夫人が条件を出した。真相の評判を潰せば、あの日、遺伝家の前での恥を晴らしてやる。あなたを嫁に迎えると、よかった。やっぱり、甲夫人のあの言葉は怒りのあまり、本当に私を捨てるわけじゃない。母を教え。新篠のあの小娘、今は手どやい。くれぐれも慎重に、斬新して、もう手配した。あら、お老夫人様。ご指示の件、手配完了しました。明日には途中、お嬢様の噂で持ちきりです。陳書生との件。何も問題はないでしょう。ご安心ください。陳家はブリックしたい家柄です。ご後家の長節のお嬢様と縁組できるなんて、喜んで飛びつくはずです。老夫人の計画に協力すると言っています。あの頃の早人生音は、中家の一人娘という身分を重に、空である、この身をまるで漢中に置きませんでした。身分が高くたって短命なのは同じ。産んだ小地育生は、田舎へ捨て、自生自滅させてやった。今でも私の意のままにできるのです。おめでとうございます。ここ数年溜まっていた鬱憤を晴らせますね。母上はお見事です。この不義未通の噂が広まれば、インチェヌの評判を台無しにできるだけでなく、彼女を追い詰めて、陳書生に嫁がせるしかなくさせます。一石一鳥です。これで彼女に何の距離残しで来るでしょう。あんなに言われ散らせるはずがありません。陳親王の小娘は、血の母親そっくりの反骨精神の持ち主です。しかし昔、母親を手玉に取れた好みが、今も彼女を操れぬはずがない。さあ、見てやりましょう。陳章の骨の対まで母親と同じくらい例えかを。
ロフチン。剣の進捗はいかがですか？順調です。今では町中の人々が噂しています。お嬢様と陳小生の密通を、様々な憶測が飛び交っています。予想以上に効果的です。人々の好奇好きな成分を利用し、ほんの火種を与えさえすれば、たちまち領への火のごとく広がります。さあ、陳小生に伝えなさい。さらに火に油を注ぐよう周知しました。あら、知恵お会いできて光栄です。姉上も今お戻りになったところですか？妹は先ほど外で噂を耳にしました。姉め、故郷の田舎にいらした頃、陳書生と密通なさっていたという。姉上もその噂を聞きになりましたか？陳蘭、あなた自ら進んで近づいてくるのは、まだ途中時間足りないということですか？何がお望みですか？王仙高木精進監視の中？屋敷には祖母も証人としております。まさか手を出すつもりじゃないだろうな。その、昇進しのぶりで、いつも私の前で威張ってるんだから。お前。姉さん、今の評判、もうここまで落ちぶれてるんだよ。あと数日もすれば、得意げにしてられなくなるさ。まさか、ヒエサール様に取り入ろうなんて夢、まだ見てるんじゃないだろうな。どういう意味だ？知らないと思ってるな。上品ぶって、公爵家との死談を断ったくせに、あっという間に、宗様に取り入ろうなんて夢を見てる。田舎から出てきた田舎者で、婚約も破棄されたお前が釣り合うと思うか？お前に何の関係があるんだ？家んちに匿名で手紙を何通か書け。二世の愛嬌を全部書いてやれ。信じられない。家にいる彼の手紙を受け取った後、まだ彼を特別扱いするとは思えない。ヤンチ、どうして今頃来たんだ？最近、総中で噂が広がってるから、処理するよう手配した。安心してくれ。酒を飲んだのか。酒は体に毒だぞ。世間の口は、そんなに簡単に塞げるものじゃない。奴らは真実なんて気にしな。でも、ここまで助けてくれてありがとう。の姓の評判は大切だ。気にしないわけにはいかない。わかった。どこかで会ったような気がするな。俺様が数年いないだけでもう覚えてないのか。俺様。お前现在的房？うん、覚えてる？はあ。まあ、わかってるみたいだな。いえんちゅね。どうして恋愛に来てくれなかったんだ？お前まで俺のことを忘れたのか？もちろん違う。ただ、父上がここ数年、陛下のご病気の世話で。家のことは俺一人で背負わなきゃならなかった。ずっと時間がなくて、今やっと来られたんだ。女性の評判は大切だ。もう少し待ってくれ。君が元服したら必ず迎えに行く。あやんて、なんで顔が赤いんだ？俺カシスヌンノンマハゲ。いや、そんなことない。なんで俺から逃げるんだ？私のこと嫌いなの？もちろんそんなことない。嘘つき。絶対嫌いなんでしょ？
私のせいで病気になって、最後には真面目に死んじゃった。どうして私のこと嫌いじゃないわけがあるの？私だって、こんなバカな自分が嫌いだよ。この小娘、何をでたらめ言ってるの？私は元気だし。永遠とCGだね。今週はみんな元に生きて、私があなたを守る。うん。あなたが私を守ってくれる。玉娘を見つけて、家の用事を済ませたら、また、あなたと、あれ、さっき玉娘って誰だって言った？私が探してあげる。玉娘？新人書の玉娘。音ごま。おっこ。もう、おるん。勝った。必ず人を見つけてあげる。今のあなたの心に私のことも少しはある。母クエ、息子に一つお願いがあります。何がそんなに急なの？息子、嫁が欲しいんです。なんだそんなことかと思った。CSOS パチはジン家のあの娘のことね。母上、どうして知ってるの？あなたの気持ち、誰にでもわかるわ。かつては臆病さゆえに愛する人を失った。今はやっと目が覚めた。炎症を妻に迎えたい。一生、彼女だけを大切にする。わかった。母親役をすべて準備する。話してほしいと言われた人見つかりました。彼女は中にいます。恩人様。私はあなたの恩人じゃない。本当に苦しみから救ってくれたのは彼女だ。彼女に感謝すべきよ。あなたは？前に青州の隣に住んでいた人家の娘さん。じゃあ、夜、夢じゃなかったの？本当に来てくれたんだ？私たちの話は、パトレはまず本題を済ませて。あなたが人生書の幼馴染の嫁？玉娘。今はもう三民に売られてしまった神家の娘さんに救われなかったら、私は一生、白しい娼婦のままだった。玉娘、この恩は一生忘れません。やっぱり一歩遅かった。ゆうにゃん、あなたもまたあらな人だ。私があなたを目指したのは、花がちに流されるのを見るに忍びなかったから。ゆにゃん、わかりました。来る途中で、このお方の部下から話は聞いています。陳情書、この豚国も劣る畜生め、権力に取り入ろうと、どんなことでもやりかねない。では、陳情書がいつ頃、前科とつながりを持ったか知っていますか？半日ほど前、一人の老婦人が訪ねてきて、陳家の人と長く密談し、彼女が去った後、偶然、陳情書と彼の両親の会話を耳にしました。あの老婦人は、その娘を陳家に嫁がせたがっていて、陳家は、このエンデアにすがるため、私を廃する必要があった。だから、私を売り飛ばしたのです。では、今回私があなたを集めた目的は私のことと思います。陳家が私を捨てたのは、お嬢様の意思ではありませんが、お嬢様は確かに私を救ってくださいました。新お嬢様が、私に何をなさりたいか、一言もありません。では、まずここに滞在してください。私からの連絡を待って、陳情書、今日に用ない妻がいたと。以前は一度も表に出たことがなかった。どうして知ったのですか？やめんし。あなたは、年齢を信じますか？以前から私を疑っていたでしょう。あの時突然道を変えようとして、ちょうど半寧姫が誘拐された時も、一緒にはそれぞれ秘密がある。以前も言った通り。あなたが話したくないなら、これ以上は聞かない。私が知っているのは、一度経験したからです。この前、突然夢を見たような気がして、
夢の中で私はマゼーフと結婚した後、彼の数々の功績を助けた。しかし最初から最後まで、彼は私を利用していただけ。ただ、叔父の文献が欲しかったから、私もニカもマザイ死を遂げた。これらはすべてただの夢に過ぎない。あなたが何度も警告してくれたのに、私はまだ心の中で彼の救いの恩を気にかけていた。あなたと心にわだかまりが生じ、最後には気づいた。私を救ったのは彼ではなかった。その後、あなたは私を救うために彼に殺された。これらはすべてただの夢に過ぎない。この夢はあまりにも現実的で、夢というよりDNA と言った方がいい。あの絵は天が私に与えた警告だ。私が言ったこの全てを信じてくれますか？今はまだ理解できないけど、あなたを信じている。あなたはいつも私を信じてくれた。でも私は身分にコンプレックスを抱いて、いつもあなたと心が離れて、あなたを傷つけてしまった。だから、夢の中で、あなたの心にはまだ私がいる。夢じゃなくて、耳でも。あ、これ。现在是这のせいかでかい新鮮ボタスパ。わあ。これがあなたたちの愛の証子ね。あらまあ。皆さん、私の言い分を聞いてください。私とシャナは幼馴染でお互いを信じ合ってたのに、今では私を引き止めながら、都に戻って、親夫婦と婚約したなんて、金持ちに媚びて、権力にすがる。そんなことじゃないですか。まさか、かかられと言えるこんな人だとは慈愛のなさすぎる。これはまさに、ドビオンチュンセミじゃないか、チュンよ。ぜひ、甲府に行って、釈明を求めてください。たちたち、みんな、あなたを支持します。今、ただ、シャンアディーシャが心を入れ替えて、もう一度チャンスをくれることを願ってる。今までのことは、腹首アッピーバワさん、大よりなんだいでいいでいだ。だって彼女はもう私の心を盗んでしまったから。皆さん、誰だ？誰が私を襲った？那的派有罪だ。真実を歪める毒させめ、死を抜いてやる。あんな奴はただの同化した。もう利用価値が残ってるからこそ、一しても与えず、時間の無駄だ。みんな揃ってるね。よくものことをうろつくな。今、外は、他の自転車の噂で持ちきりだ。今となってはもう。父上らの噂は、全部嘘です。あなたまで私を信じないんですか？シャン、今回は、甲府全体の名誉がかってるわがままは許されない。本当に情があれば早く結婚しなさい。外の噂も早く消えるそうだよ、お姉さん。私がないと言っても信じてくれますか？あるなしに関わらず、今、外でそんな噂が流れてる以上、君の評判は完全に失墜した。今、挽回しようとしても、国王府の名誉、この落ち算は必ず成立させねば。お祖母様、本当に私を可愛がってくださるのですね。この国王府の当室の令状が、兵が中口に、長い道に封じられた後の私を、この数年の背負ったものに嫁がせようとなさるとは。この老人が、落ちぶれた家と貧組したいと、でも思っているのか？すべてはお前が招いた矢沢ではないか？これはお前のため、我が家のためだ。田舎に追いやったことを恨んでいるだろう。これも仕方なかったのだ。この2日、お前の件で家族総出で、心配で眠れぬ日々を送っている。それで平気なのか？祖母の言う通りだ。これもすべてお前のためなのだ。父上祖母様、本当に私のためとおっしゃるのですか？もちろんだ。二人が結ばれさえすれば、噂は自然と消える。陳小生はお前にいつなようだ。きっとお前を幸せにするだろう。皆様、本当に陳書生が役に値する方とお思いですか？それでは、お嫁に行きます。それでこそ、我が娘よ。やっと素直になったな。
お嬢様、本当に鎮静社様にお嫁に行くおつもりですか？もちろん嘘よ。母親の件もまだ調べている最中だし、あの老婆にはまだ使い道がある。それに、ここまで私を教えようとするのだから、何も返さずにはいられない。あの老婆がつってた罪の数々に、きちんとお返しをしなければ。では、お嬢様はどうなさるおつもりで？さすがお嬢様。では、早速、手配いたします。老婆よ。お前の出の内はもう尽きた。今度はこちらの番だ。おめでとうございます。道家、新五老母様もお見通しで、特出の令状を小さい家柄に読めかせるとは、子は親の因果なれど、これも縁でしょう。なんといっても、鎮静書というものは、人柄が誠実で、なかなかの講談師だ。秀才の資格もあると聞く。家柄は劣るが、来年のスカ教で合格すれば、一躍、朝廷の新規となるかもしれん。新郎新婦、入場。はいえ賃金、よく見ていろ。お前の娘が、どう殿に濡れていくかを。新郎様、お急ぎなく、まだ意識が済んでおりません。あ、そうだったな。まず儀式を。式を済ませて湯帰りすれば、あとはこちらの思いのまま。どんなに北子かろう、俺の下でそういうことになる。そして、お前の母が残した持参金も、すべて我が鎮家のものだ。娘、どうしてお前が？新郎、私を見て驚いた？そうだね。だって、あなたの高死人の花への道を邪魔しないように。私はとっくに売り飛ばされた。ここにいるはずがない。今日は私の関連の日だ。ここでデタラメを言うな。金公子、みんなに説明しないの？彼女は知らない。変だ。なんとかさ、結婚という大事なことで、どうして適当に意の代わりに立てるの？また私を騙しているの？じゃあ、普段の行いが税金を押しているのは、まだしも、おろの日によくも、こんなことを、誰か、この、どこからともなく現れた女を連れ出せ。おばあ様、どうしてそんなに焦るの？彼女は一体誰？私がデタラメかどうか彼女に話をさせてみよう。これもにます。長女地、名はゆうにゃん。幼い頃、家は貧しく、幼馴染の夜だ。これは、当時交わした契約書。成人後、ここにはっきりと書かれている。私と彼が大人になったら、夫婦になること。全部嘘。ちんなー。これには、陳家の俗称の印がある。どうやって偽造できる？パロシードタじゃ、菅の縁談にすがるために、本当に、ここまで冷酷なの？なるほど。前陳州は、五条ですでに婚約していたのか？それなのに今は、裏切られたふりをして、モナさんが不実だとあちこちで言っている。知らないよ。もう少し様子を見よう。事態はそんなに単純じゃない気がする。たとえ私とあなたに婚約があったとしても、それは過去の話だ。ここオフは、あなたのようなものが来る場所ではない。ここで絡むな。この十数年来、私はずっと自分の本分を守り、あなたを心から気遣い、あなたの両親にも孝行を尽くし、苦労も厭わなかった。あなたが高い地位を目指すのには反対しない。私たちは円満に別れればいい。なのに、あなたは私を遊郭に売り飛ばした。彼に情がなければ、私も義理はない。シンさん。彼はハンカチを持っていて、そこにあなたの一名が書いてあると言っていました。あなたが送った婚約の馬鹿野郎です。あのハンカチ、私が送ったものではありません。全く覚えがありません。あなたは知らないはずです。うっかり落としただけですから。彼はただ拾っただけ、私に見られてしまったのです。なんですって？婚約の証がまさか拾ったものだったなんて。欧州にいた時、長ヨンさんは、陳家の近くに住んでいました。でも、ミンさんは貴族の娘で、めったに外出しません。陳家との付き合いは、ただの使い走り程度。どうして密通貨に婚約を結ぶ機会があったでしょう？今も言うとです。私と神保町の。確かにお親しくありません。近所の人に聞けばすぐわかります。彼女一人の言葉を、どうして全て信じられましょう？お父様、落ち着いて
ださい。話はまだ終わっていません。この老婦人様、半月以上前に鎮火を訪れましたね。何を話したか、私が、ここにいる皆様に一つずつ説明しましょうか。本当にデタラメを言う。いつ私が鎮府に行ったというのか。ねえ、私がこう言うからには、証拠があります。老婦人様、ご覧ください。これは何でしょうか。これは新郎夫人と新郎の契約書です。鎮火は代々商売をしてきました。でも、陳金書は商材がなく財産を売り払い、ほとんど残っていません。チェロ夫人は条件を出しました。陳王が陳家の娘の評判を傷つければ、陳家の娘の実母が残した嫁入り道具を陳家の娘と一緒に陳家に持たせると、ユニアン、あなた、どうして契約書を持っているの？私はあなたと十数年一緒に過ごしてきました。あなたが貴重品をどこに隠すのが好きか、私の方がよく知っています。あなたと新郎夫人は、やはり同類ですね。一方は高い地位にのし上がるため、妻を売り飛ばし、もう一方は孫娘を貶めるため、手段を選ばないあんなくせに米がせようと。出たら目を言うな、マザども。この妖言を吐く女を発度に引きずり出せ。思い切り言って。おや、賑やかですね。本水子は都の安全を担当しており、最近都で噂が広がっています。調べたところ、国王府にたどり着きました。チェロフレン、よく説明してください。ロプレン私どもはあなたの指示通りに動いただけです。助けてください。どうですか？陳さん、何か手伝えることはありますか？今日は、私のために証言してくれてありがとう。これからは私に任せてください。旅費の準備をしておきます。都に住みたいのか、故郷に戻りたいのか、心配はいりません。陳さん、ありがとう。では、これで失礼します。今日も助けてくれてありがとう。大したことじゃないよ。今日は、計略に乗じて、ロフニンの正体を暴いた。しばらくは、彼女も、動かないでしょう。少しは、楽になるかな。お嬢様、ご主人が老婦人の部屋へ行くようにと、ノンフレン、刺激を受けて、かなり悪化したようです。わかりました。では、様子を見に行きます。自分を守ってね。うん。ここ、しっかり見張って。私は宮城中へ行く。い。はい。父へ、お呼びは何の用ですか？医者の診断では祖母は中風でこれからは寝たきりかもしれない。中風。天発だわ。なんて言うんだ。彼女は今高人事民の祖母だ。高校の心はないのか？必要がそのことだけならお付き合いできません。待て。祖母を中風にさせたのだから、これからはどこにも行かせない。寝床の前で高校を尽くせ。父親は本当に、さっき何が起こったか知らないんですか？この老婆。チキンシューと内通して、徐々に噂を流し、私を無理やりを寝がせようとした。あんなことをしておいて、看病させようだなんて夢を見てる。不届き者め。祖母は騙されていただけだ。結局、チャンキューシュとは結婚しなかっただろう。たとえ結婚したとしても、これが君の運命。ですって、息子なんでしょう。看病はやりたい人がやればいい。私は絶対にやらない。シャンあ、面倒を見て。私、母上、ご安心ください。息子が後でシャンアーをしっかり叱って、看病に戻らせますから、どうかお体を大切にしぬ。あなたのせいで私は面病じゃない、中風までつやってしまった。死ぬ前に必ずあなたを道連れにする。母さん、
この祖母はあまりにも役立たずだね。こんな些細なこともうまくできないなんて、自分で痛風を起こすなんて。じゃあ、私の結婚はどうするの？今更、仕方ない。少し妥協しよう。つまり、制裁にはなれないということ。でもお腹はどんどん大きくなるばかり。まずは個室として入るしかない。どうせ2円には今詳細ないし、子供を産んで地盤を固めてから乗り合い薬とを取り込めば、その時には制裁の座はやっぱりあなたのものよ。でも、私が同意しても、公爵が承諾してくれる？あなたは彼らの長女を妊娠しているのよ。ボザ、この子のためにもきっと承諾してくれるわ。わかった。じゃあ、この子のために、私も少し我慢するしかないわ。旦那様、お話ししたいことがあります。なんだ？ランジのお腹が隠せなくなってきました。彼女はあなたの角の娘です。さすがに、何させるなんてできませんよね。これだけのことがあったのに、ビアンコーフが、まだ彼女を制裁として見返れると思う？私にはそんな顔がない。ランジは言ってます。家の名誉のためなら、個室でも構わないと。それなら、もう一回に話してみよう。この2日間で、くじ、速やかろうで、買って口から入れるだけにしよう。旦那様、ありがとうございます。そうだ、旦那様。お母様が急にこんなに重病になって、枕元には、やはり身内が付き添う必要があります。でも、うちの方は、私からは言い出しにくくて。構わない。私が直接話す。お嬢様、この頃調べて、ついに見つけました。あの時、奥様に処方がいた医者を。連れて行って。はい。なぜあなたを縛ったかわかる？私は我慢強くない。本当のことを言え。お嬢様、お許しを。私は家族を養っています。もう一度チャンスをやる。これでも満足いく答えが来なかったら、次に刺すのはここじゃないぞ。言います。私のさ彼の下、デリヘイケ、見えららず、根のからま、そん男子、彼女を撃ったりめたりするのは、ちょっと毒を持て、魔病させて教訓を与えようとしただけなのに、彼女は私に内緒で勝手に量を増やしたんです。人が死ぬなんて本当に知りませんでした。あなたは医者でしょ？どんな毒でも、体に入れば害がある。人が死ぬなんて知らないって言うの？全部私が熊に逃げられたせいです。でも毒を持たったのは私の賭場で、彼女も寝たきりです。これで、都合のことくざで駅中。あなたたち二人の命を合わせても、私の母の指一本にも及ばない。あなたたちを千切りにしたって、母の苦しみの半分も冷やせない。一字一句、はっきり書いてもらう。自分で協調院に出頭して、このことを世に公表しなさい。はい、行きます。あらあら、お嬢様、ようやくお帰りになりましたね。ではまず、薬を煎じてください。おばあ様、何とおっしゃいました？はあ、わかりました。おばあ様、ご安心ください。もうあなたのご意向通りに毒を入れましたよ。さあ、ご覧なさい。薬が煎じ上がりました。さあ、おばあ様に薬を飲ませて。優しくして。おばあ様は今とてもお弱りです。乱暴な動作には耐えられません。あなたが飲ませろって言ったんでしょ？私が飲ませたら、あなたは飲めるの？あなた、今は航行をするときですよ。この薬は、コークね。立派なコークだこと。このワンには3倍の来るよ。祖母が飲んだ後、何時間持つと思う？何をでたらめ言ってるの？ああ、そんなことしないで。あらまあ。あらやらまあ。
おばあ様、大丈夫ですか？おばあ様、ご無事ですか？誰か来て、お嬢様が人殺しです。お嬢様がおばあ様を殺そうとしてます。大胆不敵な悪党め。面倒を見させたのに祖母を毒殺しようとは。その波に声もう聞き飽きたよ。わけもないのに、どうして私がこのロイボレを毒殺しようとしてるって言えるの？よくも祖母をそんな風に呼ぶな。この悪党め、殴り殺してやる。母の仇は、共に手を抱かず、どうしてそんな風に呼んじゃいけないの？あんた、何をでたらめ言ってるんだ。お前の祖母は寛大で意志深い方だ。どうしてお前の母を殺すなんてことがあるものか。目を大きく開けてみなさい。あなたの立派な母親は、あなたと妻があまりにも仲が良すぎるから、毒を持って彼女を害したんです。これが証拠です。信じなくてもいい。でも、すぐに、空調院の者が、熟図、あなたに説明に来ますよ。母親？クッコー様、おばあ様は苦労を重ね、たった一人であなたを立派に育て上げられました。どうして奥様を疑うなんてできるんですか？これは、大変だ。子様が気を失われた。早く奥様を助けてください。母上、もう早く人を呼んでください。早く人を呼んでストーニョ。誰か来てください。姉上、今日から私はの家にお嫁入りします。こったりしないでね。まともな花嫁衣装も着られないなんて、味かもの目。あなた。ねえ上、ご安心ください。私が森家の長男を産めば出愛の差は、いずれ私のもの。その時は、私が高貴な公爵夫人。二乳安州が周囲を継いだら、私は公爵夫人。これはおそらくあなたには一生届かない高みでしょうね。成功。先日の姫様誘拐事件、見て解明しました。昇進も証拠も揃っております。すべて審議案を指しております。いつでも逮捕行動に移れます。よし、市長の騒ぎで、この件を上奏する。はい。不交付の会議はどうなった？坂田の自分の死の真相を突き止め、指定裁定そういべす。陳のあの朗読婦と T で大騒ぎを起こし、今、お気持ちは相当悪いようです。不交付へ向か。はい。これはどういうことですか？国王夫人毒殺事件。死傷者が現れ、あなたは共犯。違います。私には関係ない。私がやったんじゃない？あの人がやったんです。ヌダどうしたんですか？本当にあの人です。私がやったんじゃありません。本当じゃないって言ったじゃないですか。お役人様、たとえ私たちに罪があっても対象者が毒を盛り、奥様を害した件は、あなた方も取り締まるべきです。そこ鎮火で事件が起きました。あなたは生死をもって、バッコン府へ国家に向かえ。はい。事件は複雑でダービーインご自身にお越しいただくしか。お祖母様の発した罪は厳しく取り調べます。しかし、彼女があなたに毒を儲かったと告発している理由は、私もはっきりと尋問しなければなりません。この件を認めますか？毒など、持っていません。これは、ここです。この新規の霊場の衣装タンスの中から、リフォーミの男女粉が見つかりました。これは慢性の毒薬です。クイーン家のご老母様の薬カスに含まれていた毒と一致しています。ウエアン研修、証拠が目の前にあるのに、まだ何を言うおつもりですか？何度も言いました。
私はやっていません。お嬢様、この私が目撃したことをどうしてごまかせましょうか。自分の身内である祖母にさえ、のくてをしとは、前人を骨見ず、天罰がたるべきです。おぼ、もしわしは本当にどこを向かったのなら、なぜこんな証拠を残して、捕まるのを待っていたのでしょう。やるなら、なぜ劇薬を使わなかったのでしょう。わざわざ手間のかかる慢性毒薬を選ぶ理由はありません。二人のボイボレ策が失敗して無理やり私に罪を着せようとしている。そんなの、ありえない。よくも、上弁できたものだ。むしろ、あなたこそ無知の罪を着せているのでは。静粛に。双方の主張が食い違っている以上、ネアス研修、交渉員までごスローいただくことになります。ドソ妻、これは一体クヤンコーセコはせえなよ。コース謀殺の原因。陛下の命により、関係者を逮捕に回りました。皇后家の者全員が容疑者です。刻々我が管轄下に置きます。そんな、ありえない。コスモ作だ。絶対にありえません。これはきっと、何かの誤解です。国王家がこの件に関与しているかどうかは、私が調査を終えた後、改めて協議いたします。どんどん公私物質交渉のすれば重大な案件です。私の捜査を邪魔はなさらないでしょうね。もちろん、コースの事件が最優先です。では、神経の特撮事件は関係者一同、倉庫の調査に協力すべきでしょよろしい。ショートなご苦労様でした。A 案件主は先のココス救出の功績により容疑を免除します。その他の者は全員連行します。う。承知いたしました。行こうでね。失礼いたします。毒殺事件とはどういうことだ。あれは、ご老母様の策略に過ぎません。今回は私の油断でした。彼女が水川を毒害するという危険な手まで使って私を陥れようとするとは思いませんでした。今度は、新華がコース謀殺事件に関与した疑いを理由に、数日間、彼らを拘束しておけば、その間に証拠を探して、無実を証明できる。新家の者全員を拘束したのに、私だけ残して、問題はないのか。彼らがあなたを弾劾するかもしれない。大丈夫？新華はそもそも今回の皇太子謀殺事件とは関係だ。彼らを拘束するのは、形式的な手続きに過ぎない。それに、あなたは活動約束に封じられたナガン刺繍だ。当然、嫌疑は排除される。いつも私のことを考えてくれている。あなたがいれば何も心配いらない。実は私も無欲ではない。シャンシャン。前に言ったこと、よく考えてくれないか？いらない。いいよ。はあ。今、何がいいって言った？小さい頃、気持ちを伝えたの覚えてる？ほもしま。何さん聞いたよ。20日後には手に戻るって。どうなの？家の用事で戻らなきゃ。じゃあ、エイさんはまた戻ってくる？家の都合次第だ。アニュさんの言う通りだね。アニュさんはそこだもの。これから、オーボイするし、功績を立てて、とても綺麗な奥さんをもらう。絵本にはそう書いてあるでしょ？小娘が嫁だの取るだのわかるわけない。これからあんな絵本はあまり見るな。じゃあ私が大きくなったら、アニーさんと結婚してもいい？いいよ。子供の頃のこと、本当に有効なのか？あれはのプロじゃない。小さい頃から一番尊敬し、憧れ、好きだった人。それは君だけだ。この件が片付いたら、陛下に婚姻の許可を願い出る。
いいよ。その団長粉は、ここから出てきたのか。はい。お嬢様の衣装タンスには、普段私しか触れません。でも、私が置いたんじゃないって誓います。もちろん、あなたを疑うわけじゃない。生まれ変わってから、庭に仕えるシテ人は全部入れ替えた。前世の記憶に間違いがなければ、彼らが送り込んだ人間は、すべて綺麗になくなっているはずなのに。お嬢様、他の者を全員呼び出して尋問しましょうか。主君を裏切るとは、厳しい地位がブラヤのはいや、何も聞き出せないはずがない。いいえ、今一番重要なのは、別のことです。別のこと。釣り。私たち、今どうすればいいの？屋敷には、お嬢様がいる。手を抜いたら、後悔するわよ。シャンジャイさん、あの日は大騒ぎだった。はっきりさせないと。みんな不安なの。誰か模範って聞いた？シャンジャイさん、誰も知らないんじゃないの？首が飛ぶ罪だ。余計なことは聞くな。ただ覚えておけ。お嬢様がいる。あなたたちを守ってくれる。そんな大罪。お嬢女様がどうやって守れるの？お嬢様には後ろ盾がいる。数人の二の世を守るくらい。問題ない。条件は、言うことを聞くこと。お嬢様。国王様たちは、一体いつ戻られるの？坪様は、おっしゃいました。調査が終わって、関係がなければ。お嬢様。どうか、お力をお貸しください。国王様は、結局、あなたの千鳥です。わかりました。まず下がっていてください。お嬢様、魚がかかりました。よくやった。この件では、あなたが一番の功労者だ。お嬢様、ローヌに大事なご報告がございます。あなた、老夫人の小川の。はい。ローエズはお嬢様をお助けに参りました。ノーズの手にはあなたの潔白に関わる証拠がございます。委改定。わは、ヘガ塾に封じられた永年研修の名誉に関わるため、本館はここに非公開審理を置かな。カンカンやご挨拶。本成子は傍聴に来ただけ。まあ、どう審理するかお任せします。なん研修、あなたの祖母である中老夫人があなたを毒殺未遂で告訴している。本館もあなたの部屋から毒薬を発見した。認めるか？閣下、私は死後夫人に毒をもかっていません。彼女がなぜ中毒したかというと、すべて彼女自身の自作自演です。私の評判を完全に潰すためです。逆性な、数人を認めぬばかりか、祖母を悪国しようとは。これは大いなる不幸だ。一名、お急ぎなく。私がこう言えるのは、証拠があるからです。証人を呼びます。クシ、お前は何を知っている？ありのままに申せ。旦那様、老夫人が私に銀一錠をくれました。彼女に薬を買ってきてほしいと言われた。旦那様、血の経緯は以上です。熊、それは本当か。閣下、今、老夫人は脳卒中で話せません。彼女の付き人を呼んで対決させては？よし。閣下。大尿にさっきロシはすべて外化した。お前は罪を認めるか？ルノは、今なら、寛大な処置もあり得る。さもなければ罪は多くなる。ローノに過ちがありました。罪を認めます。閣下、どうかお慈悲を。閣下。下記のご明察に感謝します。では、審理を続けていただけますか？彼女らが私の母を登った件を。天使が嫁を毒殺、修士が共犯。証拠は確実だ。まず、人士と修士に各40回の追刑、サニコに起死刑だ。まだ南伝新種で明らかになりました。だが、彼女はお前の自分の祖母だぞ。父上は味覚の判決に意義が終わりですか？ここで、本官の判決が夫婦か？私は、
もし心にわだかまりがあるなら、あいたしに話してくれないか？いいえ、悲しむ時期はとっくに過ぎました。今は、ただすっきりしています。もし君の顔中は、あの世で知ったら、きっと君を誇りに思い、喜ぶだろう。この以前、君は見事だった？君がいてくれたおかげだ。そうだ、君のあの事件はどうなった？判決は出ました。陛下、自らが罪を定められました。どういう判決だ？武安法裁は、この事件には関与せず、この教育復帰人の気で財産の一部を没収されただけだ。千人間は入会に処された。この欄を旬んでも、それに従っておくるははいでや。どうかした？彼には問題がある。この不幸者め父上、今度は何を怒っているのですか？家の恥は外に出すなというのに、お前はわざと世間に知らしめた。この家を完全に潰してやろうというのか。そうだろう？父上のお心の中では、誰もが何もが私の命より大切なのです。もう言うことはありません。そこまでするのか？いくらなんでも彼女はお前の祖母だぞ。よくも彼女の命を奪うことができたな。反抗しなければ、とっくに私は命を落としていました。その時、父親も私のためにこれほど怒ってくださいますか？もう、お前は大不幸者だ。主人がこんなに私を気に入らないのなら、母の嫁入り道具を持って屋敷を出て、一人暮らしてやる。これ以上お前のイライラのためになることもないだろう。あれ、父である俺がまだ許可を出していない手はなら。国王様は一体何をなさるおつもりですか？外様。この私の家の内証事は、あなたが塩蔵の身であっても、そう口出しできることではないだろう？自分で見ろ。婚約を黙った？牛は今後、この俺の屋敷のものになるんだ。俺が口出しできないなんて言えるか？陳家は彼女につい名前をつけたというのに。一日たりとも人もへしょら彼女を大事にしたことがない。階段が、マーイたちが彼女を可愛がらないなら。俺が彼女を可愛がる。早くしろ。あの部屋に遅れ。これは一体どういうことだ？ターマたちか。レソ様、どうかお許しください。この二人の罪人が分別もわきまえず、セツ様のご縁談を邪魔してしまい、この伝え跡の不手際です。さっさと失せろ。行け。先日、お前に調べさせた人物について調べがついた。エネインのものだ。それでお前は？私は無事です。あと、あいつの側に残っていた人間も調べました。どうしたん？名人とジアナ氏は、人族のスタで死んだ。これで、あいつらもそれ相応の不意を受けたってことだ。自分たちが犯した罪に果てたって言えるだろう？これで安心だろう。お前が夢で見たようなことは。もういいのか。